球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日は懐かしのエタルダミー妄想動画の平成編の前編となっております。エタルダミーってなんやねんという方向けの説明やら企画の内容は過去の動画の URL を概要欄に貼っておくので、よろしければ、いやよろしくなくてもそちらから見てください。さて今回平成編やっていくんですけど、なぜ今まで平成編をやっていなかったかと言いますと、そうですね、わざわざ妄想せずとも大体作中に登場するからですね。公式の設定と違う回答をただの一ファンがご利用するのもなぁと思って当時やらなかったんですけど、コメントで何件かリクエストをいただいていたので、えげつないほど今更すぎてやばいと我ながら思いまくりですが、今回そんな自分の声を無視してご利用しでやっていこうと思います。重勇士に登場したダミーに関してなんですけど、あんまりこういうメタなことは言いたくないんですけど、まあぶっちゃけスーツの有無とかいろんな大人の事情で決まったと思うので、そういうのではなく、実際のところ本当に平成ウルトラ戦士たちのトラウマになっているであろう敵キャラは誰なのかというところを静止の映像作品の中から予想していこうと思います。はい、ではまず USA の3人、チャック、スコット、ベス。まあこれは正直キングマイラが筆頭候補でいいと思います。かなり凶悪な性能の怪獣でしたからね。あとは銀河伝説でみんな仲良くボコボコにされたベリアルですね。これは戦ったことがあるウルトラマンなら必ず候補には入るでしょうね。特にベスなんかはあの有名なウルトラマンパワードのメガスペシウム光線身代わり事件がありますから、可能性は高そうですね。あれ、まさかのベスのエタルダミーウルトラマンパワード説ありますかね。あとはギャラファイでアブソリュートティターンと戦ってましたけど、割と楽しそうに戦っていたので可能性は高くはなさそうに感じましたね。それよりかはまだ我々が知らない過去の未知の敵の方が可能性ありそうですよね。 USA の3人の戦いは我々そんなに多くは知らないですからね。次はウルトラマングレートですね。パッと思い浮かぶのはシラリー&コダラーのラスボスコンビですね。特にコダラーちゃんははちゃめちゃに卓球のラリーくらいのテンポで攻撃を跳ね返されまくって、グレートは一度敗北しているので有力候補かと思います。あとはやっぱりゴーデスですよね。シンプルに強敵だということだけではなく、ゴーデスと関わっていた時間も長いですし、最初の火星での戦いで変身者ジャックの同僚を一人死なせてしまっているというのも非常に大きなポイントになるのではないかと思います。しかも本編で倒した後もギャラファイでゴーデス細胞のせいで事件が起こって、ウルトラマンマックスが大変な目にあったりしていたので筆頭候補になり得ますよね。他の候補としてベリアルもひっそりと添えています。次はウルトラマンパワードですね。最初に思い浮かぶのはやっぱりパワードドラコとパワードゼットンですね。この2体はシンプルに強敵ですからね。特にドラコはその後の戦いにも影響するほどの深手をパワードに負わせていますから筆頭候補だと思います。ゼットンも結果的に相打ち的な感じになっていますから筆頭候補ですね。あとはこの2体を影で操っていたサイコバルタン星人も一応候補にはなると思うんですけど、直接戦ったわけではないのでトラウマとして姿が脳裏に焼き付いているかというと個人的にはそうでもない気がしますね。他の候補で言うと昭和のエタルダミー動画の初代ウルトラマンの候補としてコメントをたくさんいただいていたジャミラ。何年も前のことですが皆さんコメントありがとうございました。ジャミラのバックボーンがパワードでもほぼ同じなので、同じくパワードでも候補になりうると思います。話がそれますけど、パワード版のジャミラの解釈は初代とまた少し違っていて、こちらも面白いのでまだ見たことがない方一度見てほしいです。第6話です。で話を戻しますと、他の候補として毎度のことながら銀河伝説無双おじさんウルトラマンベリアルですね。さっきの USA のベスと同じくメガスペシウム光線身代わり事件のせいでグレートとかよりはパワードの方がベリアルの可能性高そうではありますよね。次はウルトラマンネオスとウルトラセブン2-1。こちらもまず最初に思い浮かぶのがラスボスでメンシュハイトですね。2人がかりで大苦戦しましたし、何よりシンプルに顔が怖い。戦っていなくても道とかですれ違っただけでトラウマになりそうな勢いですからね。エレベーターとか絶対一緒に乗りたくない。あとはネオス的にはグラールとかもかなりドヤ顔でいたぶられていたので可能性はありそうですね。他には色々と関係がごちゃったザム星人とかギャラファイで戦ったルーゴサイトとかもなくはないと思いますけど、ちょっと理由が弱い気がします。
そしてここでも銀河伝説無双おじさんベリアルが候補として入ってきそうですね。漏れなくほぼ全員ボコられてますからね。でもまあ2人ともメンシュハイトが最有力ですかね。次はウルトラマンティガ。重勇士ではダイナ、ガイアとまとめて5キングのエタルダミーと戦っていましたけど、一旦それを無視してガチ候補を考えます。最初に思い浮かぶのはやはりガタノゾーアですよね。手も足も出ず敗北して石にまでされてますからね。トラウマにならない方がおかしいでしょう。あとはデモンゾーア・オア・カミーラ。まだ自分のことが好きで自分の腕の中で最後を迎えた元カノということを考えたら、まあ候補には入りますよね。そういう要素強めで考えるならカミーラの姿で出てくるでしょうし、単純にめっちゃ強くて殺されかけたことの方がインパクトが強かったのならばデモンゾーアの姿で出てくるといった形になりますかね。ただティガの元カノではあってもダイゴの元カノではないので、そのあたりどれくらい影響出るのか次第な気がしますね。あとはティガダークですね。過去の自分の姿ですが、こちらも候補と言えますよね。あまり素行が良くなかったであろう当時の黒歴史的な部分でもそうですけど、少女を踏み潰した悪夢で最悪な目覚めを迎えるシーンがあったりもしたので、強く印象に残っているはずなので可能性としてはあると思います。この4候補が強すぎて他は可能性かなり低そうですけど、ゴブニュとかキリエロイドとか、戦ったのが重勇士よりも後ですけどザイゴーグとか、あとは何とかしてあげたかった系のリガトロン、オビコ、シーラとか、その他もろもろまあギリ候補とは言えると思うんですけど、ガタノゾーア、カミーラ、デモンゾーア、ティガダークを上回るかと言われたら可能性は低そうなので、その中からどれかという感じがします。次はウルトラマンダイナ。ティガと同じく本編の5キングは一旦無視してガチ候補を考えます。ダイナでトラウマとくれば、やっぱり一番最初にはデスフェイサーが思い浮かびますよね。作中でまんまトラウマとして描写されてますから、その後倒したことで克服した可能性も高いですけど、筆頭候補の一体だと思います。そして本編ラスボスのグランスフィア。あんなバカでかくて知能を含め性能が高い敵がトラウマにならないとは考えづらいですよね。最後の結末的にダイナ本人もですけど、スーパーガッツの隊員たちや見ていた視聴者のエタルダミーとしても筆頭候補の一体ですね。ただダミーで出せるサイズなのかは知らん。次は劇場版ボスのクイーンモネラ。こちらも一度敗北した後謎空間に閉じ込められてひどい目にあったので候補ですね。デスフェイサーといいクイーンモネラといい、モネラ星人恐るべしですね。そしてまたまた登場のウルトラマンベリアル。こちらも強さ的に候補に入らないわけはないんですけど、これまでの候補よりは理由が薄い気がしますね。そして最後の超強力な候補としてハイパーゼットン系統。こちらも外せないですね。ハイパーゼットンギガントに一度石化させられて実質殺されたみたいなもんですし、その後解放されてからもゼロとコスモスの3人がかりだったにもかかわらず、ハイパーゼットンイマーゴにケチョンケチョンのフルボッコにされてますからね。ギガントとイマーゴ2つの形態でそれぞれ可能性があるという、ダイナにとって一番ひどい目に遭わされた相手と言えると思います。他にも候補たくさんいると思うんですけど、理由として強い候補が多すぎるので、さすがにこの中から誰かになると思います。次はウルトラマンガイア&アグル。これははちゃめちゃバグレベルに候補が多くてトラウマのバーゲンセール状態ですね。こちらもティガ、ダイナと同じく重勇士での、5キングは一旦無視してガチ候補を考えます。まずはガイア&アグル2人共通の強敵&ボスキャラ枠で、ラスボスのゾブ、裏ボス的存在のガクゾム、2人がかりでも倒せなかったサイクイーン、2人揃ってまんまとはめられて召喚を許した中ボスゾーリム、大量に湧きまくって2人揃って苦戦したカイザードビッシュ。そうそうたるメンツですね。こいつらはまず候補になってくると思います。ガイア個人で見て他の候補を挙げるとするならば、倒すのに罪悪感を感じまくっていたイザク、序盤にボコられたアパティ、正体が分からず判断を誤らせて、さらには複数回登場して苦戦させた眼球、 SV でも苦戦したビゾーム、劇場版ボスキングオブモンス、この辺りですかね。アグル個人で他の候補を挙げるとするならば、タイマンでボコられたブリッツブロッツ、同じくタイマンで負けたゼブブ、
精神攻撃で稲森京子教授に化けて嫌がらせしてきたクイーン・メザード、この辺りですかね。正直この2人は作風の関係なのか、はたまたダイナほど圧倒的にひどい目に遭っていないからなのか、候補が多すぎて取りこぼしていそうなので、他にもこいつらに匹敵する候補がいましたらコメントで教えてください。順位は一応表示しておきますけど、本当誰でも可能性があると思います。視聴者のトラウマはミーモスとかアルギロスのあのシーンとかあのシーンとかですかね。まあとりあえず前編はここまでです。どいつもこいつもえげつないやつばっかりで、本人たちに誰が一番トラウマになっているか聞いてみたいもんですね。ということで後編もお楽しみに。ご視聴感謝です。さよなら。